剥がした。よしよし。ちょっと見えるかな。ここにちょっと色が黒いものが見えると思いますけど、ちょっと黒いところがあるんです。これが鼻になります。魚の鼻になって、今削いだところには穴が前と後ろに穴があって、泳ぐことによって水が流れて、この中の鼻ひだひだになってます。ちょっと今もう濡れて生の状態なんで、見えませんけど、表面積を増やすためにひだ状に十数枚のひだが構成されてて、これが鼻の細胞がたくさん入っている、球房と呼ばれるところです。じゃあ頭落としてもらえますか。おお、上手上手上手。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。よしよしよし。それを持ち上げて、でこれが鮭の立てた方がいいかな。鮭の脳、ちょっと明るすぎるかな。鮭の脳になります。ちっちゃいですけどね。ここに見えるのが小脳と言われているところで、運動神経を司るところですね。で一番大きいところ、これが死骸と言われているところで一番大きいので、人間でいう大脳に近いのかなと思うかもしれませんけど、実は大脳に近いところはこの前の方にあるちょっとちっこいところ、小さいところがあります。ここでいうとお米の大きさぐらいしかないんですけど、鮭はだから大脳という非常に小さな、魚になってます。もうちょっとこっち側で後ろだけ削って円髄出してもらえないかな。少し斜めに、見えた？見えづらいか。出てきたね。でこれが脊髄の方にまで続いている円髄の方も見えますね。これの小脳の下には円髄ですね。でこれを、めくりますと耳石と言われているものがあります。耳石取ってもらえる？耳石っていうのは平衡感覚器。今この船でも皆さん船酔いとかに学生さんとかは悩んでるんですけど、こういう揺れとかを感じる平衡感覚器に関わる、器官の中の構成部分の一部です。耳に石と書きます。カルシウムの結晶で、3種類あります。扁平石、裂気石、成形石っていうのがあるんですけど、今取ってもらっている扁平石っていうのが一番大きいです。でこれがよく他の魚一般的にはこの年齢の査定とかいろいろなことを使えるんですけど、鮭の場合はこれに人工的なバーコードをつけて放流するっていうことを、国際的にやられてて、場合によってはどこの孵化場でいつ放流した魚かどうかっていうのが分かります。どっかこの辺にでも炭酸カルシウムの結晶になります。消した方がいいかな。炭酸カルシウムの結晶で、顕微鏡で見ても表面はデコボコしてるんですけど、それをきれいに磨くと、年輪状の、構造があります。でその中の一部が、人工的にバーコードをつけて放流することができるんで、それでどこの魚かを識別することができます。下水体わかるかな。脳全部取り出しちゃって、そうしましたらこれ今脳を取り出したところなんですけど、そこの方に下水体、ちょっと待ってね。潰れちゃった？一応あるか。
今ちょっとつっついたんで少し血が出てきましたけど、この底の方に赤く小さな組織があるんですけど、これが脳下垂体と言われているところで、ホルモンを分泌するところで成長とか内部、代謝とかね、成熟とかに関わる、重要な臓器になっております。以上